バーターで回転を、ダイヤの回転、粗いダイヤは遅い回転で、細かくなると速くしないと。見た感じで俺がやってて、すった感じとか見た感じ、今このぐらいだよと。細かいんだとやっぱり速くしないとっていうのがあるんで。昔の職人だからさ、1時間でこのくらいやんなきゃって頭が抜けないんだよね、どうしても。ゆっくりやりたくないし、例えば30個って決めたら絶対30個ぐらいペースでやるからさ。今はもうベルトの使ってるガラス屋はないんじゃないの？ずーっとこれ。その前親父がやってる頃からだから、まあ他の、亀戸やなんかにもいっぱいこういう工場があって、ほとんどがやっぱりベルト。それから何年か10年か15年してからなのかね、直結になってだんだん職人さんも減ってって場所も狭くなるから、全部こう広さがねないとベルト使えないからね。擦れてる時は音でわかるよね。耳が悪くなるからって耳栓してやってくれって女房なんか言うんだけど、耳栓しちゃうとね感覚違うんだよね。音が入ってこないとダメ、手だけじゃダメなんだよね。これは水。刃物研ぐ時もほら砥石は水でしょ、あれと同じ。石かける時がどうしてもやっぱり傷が入ったりさするんで、そこら辺だよね。あとはその傷が入ったら基板で取れるやつもあるし、取れないのをもう一回仕掛けたり、どうしてもやっぱり石がね傷が入りやすいんで、そこら辺が注意しなきゃいけないんだよね。
ガラスってさ見て同じように見えるけどさ、鉄やなんかと違ってピシッとした寸法出ないじゃない。だからやっぱり手でやるしかないんじゃないの。機械じゃできないよね。サンドブラスター20年になりますかね。はい、早く綺麗にできるのが一番で、綺麗が一番ですけど、ちょっと早い方があまりにも時間かかると仕事にならないので。照明も本当はグラス照らす用に買ったんですけど、細かいのだと腫れてるか腫れてないか見えない時があるので、真ん中の点がすごく見づらいので、花びらの真ん中の点がすごくちっちゃいのはちっちゃいので、照らすとよく真ん中が見えやすい。じゃあ吹いていきます。糊がきれいに剥がれるように斜めに当てることで糊を剥がす。熱をかけちゃう糊が固まっちゃうんですよ。ダマになっちゃう。ポンポンポンと。そうすると手で取んなきゃいけないんですけど、それがなるべく少ないように。深くサンドするようにしてるんですね。浅いとプリントみたいになってしまう可能性もあるので、深い方が綺麗なんですよね。反射した時に特に。